こんにちは、成功堂の斉藤久でございます。日本刀の美第2回目といたしまして、日本刀の基礎知識を数回に分けてお届けしてまいります。すでにご存知の方も多いかと思いますが、再確認の意味でご覧いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず、姿についてご説明したいと思います。姿はですね、その時代その時代の、戦闘スタイル、それに合わせて、刀の、姿というものが決まってまいりまして、まずこの姿を覚えていただくということがすごく重要だと思います。ではこちらをご覧ください。まず向かって右側、こちらが平安末期、鎌倉初期の姿になります。このように見ていただきますと、古い時代より、反りは、大きくなります。こちらがですね、この辺りですね、で一番大きく、曲がって、そして先が全く曲がってこないという姿ですね。はい、でその次の、鎌倉中期、こちらもですね、やはり大きくは反っておりますが、初期に比べると幾分ですね、この辺のそれも初期ほど大きくないという、姿になってまいります。で基本的には幅も広くなってくるという姿が鎌倉中期でございます。で鎌倉後期、こちらもですね、やはりこの以前の、姿のようにですね、反りは大きいんですが、どちらかというと少しこう細身の姿が多いです。そして南北朝時代、これはですね、こうご覧いただいて一番、刀が大きいかと思いますが、騎馬戦を中心に、馬上から相手を攻撃するという目的のために刀が一番こう大きくなってまいります。そして、室町初期ですね、こちらもですね、反りは大きくついておりますが、この以前、ほどですね、ずっと比べていただきますと曲がり具合はですね、それほど大きくならないという姿ですね。で、こちらが室町後期、こちらがですね、ご覧いただいてお分かりのようにですね、刀がですね、すごく短い片手打ちという、片手で持って刀を使うという時代になってまいりますので、刀が小さくなってまいりました。そしてその次、桃山時代、こちらはですね、南北朝期の時代のものをですね写したような姿でありながら、寸法は、南北朝の時代よりも長くないという、姿になってまいります。そしてこちらが、江戸初期、こちらはですね、この日本刀の、姿の中でですね、一番、曲がりの少ない、反りの少ない時代になってまいります。そして江戸中期、こちらがですね、初期よりもですね、反りは出てまいりますが、やはり反りはそれほど大きくないという姿です。そして江戸後期、こちらもですね、南北朝桃山時代を写したような姿ですが、やはりですね、寸もそれほど長くなく、反りもですね、曲がりも浅い、そういう姿になってまいります。ですので古い時代からですね、ずっと見ていただきますと、曲がり具合はだんだん浅くなっていくというのが姿の大きな、流れでございます。